ミニマリストシブルウェア案内するっていうので、どうですか、初めて来て。バスタオルこれだけ？俺これいらないんじゃない？いや、これ実は意味ある。待って待って、これさ、散らかりようがないね、あとこの部屋。私結構福岡の桃地浜です。あれがペイペイドーム。早速始めましょう。まずは腰を左右に振る動きです。今、交互にキャッチをキャッチする動きです。渋ですということで、今日は我が家に特別ゲストが来ます。のがちゃんです。こんにちは、のがです。はい、っていう感じで、僕のチャンネルにもたびたび出てもらってますが、東京から福岡に来てもらったということつで、いに初福岡来ました。はい、のがちゃんをちょっとミニマリストシブルウェア案内するっていうので、どうですか、初めて来て。いや、まあね、正直見たことあるから動画とかで驚きはないんだけど、そんな驚きはないと。はい。いやー、でも本当にここに住めるんだなっていうね。そういう。私は住めないよ、はい1週間までならね、住めると思うんだけど1週間。それ以上は辛い。それ以上は辛いね。黒。そうだね、ちなみに服は本ちなみに当にこれしかないんだね。私、はい。いつも服がさ、うん山積みになってさ、うん今日もベッドの上に全部服バーってやってきたけど、うん。絶対そういうことが起こらないっていうのが、なんか服もインテリアって言ってたけど、うん私その考えなかったから。あ、そうなんですよ。僕全身真っ黒い服を着てますけど、なんかこの部屋がモノトーンで真っ白いんで、なんか白い服着てたんだけど、白い服着るとね、白飛びしちゃうんだよね、 YouTuber 的にね。あと純粋にやっぱなんか服って外に出た時のおしゃれ感とか意識して選ぶと思うんだけど、なんか僕は部屋にいる自分も含めて、服とか、こんな感じでクローゼットに置くじゃないですか。そこ含めて服もインテリアっていう考えで、全身黒くしてるっていう。バスタオルこれだけ？バスタオル、これは、うんあれは普通に手洗い用ので、でかくない？てかタオルはね、そっちにフェイスタオルがこの右のやつ、そう、ここに全部フェイスタオルだね、バスタオルじゃなくてヨガマット。そういうことなんだ、いこれだけなの？はい、そこにある。じゃあ割と頻繁に洗い物するんだね。そうね、これ服じゃないんだ。これね、無印の下着のケース。なるほどね。もうタオルとか下着は全部4着で、もうこのドラム式洗濯乾燥機に回すから、もう2、3日に1回洗えば全然ローテーションできるから、このドラム式の置いて、で上にオールシーズン全10着っていう感じです。確かに移動させなくていいんだね。そう、ここで洗ってここでかけてここから着るんだ。そうめっちゃいいな、それは。っていう感じのそれはめっちゃいい。生活動線に。洗剤とかさ、なんか洗顔とかさ、はいシャンプーとかさ、はい、ナイス。なくない？洗剤はとりあえず、服に関して言うと、お湯で洗ってて、なんかこれのお湯洗いで40度っていけるから、俺はもうお湯で洗ってるっていう。それで皮脂汚れとか落ちるから、もうそれでいいやって感じで。洗剤、ドライヤーそこに、ダイソンのドライヤーが吊るしてあります。ここで、なんだ、引っ張ってきて、ここでセットするんだけど、なんかね、ここのね、裏にね、もうなんか僕いろいろ水回りの、本当だ、隠れてた。髭剃りとか、保湿剤とか、全部ここに入れてるんで、それ隠す用でもあるんだけど。なるほどね。で、お風呂はもう基本入んない、こっちで。ジムで入るから、こう引っ越して、そうなんだ。引っ越して3ヶ月なんだけど、1回もお湯溜めたことない。ジムは近いの？ジム近い。なんか体はフェイスタオルで拭くのに手はバスタオルで拭くんだね。っていう、どういうこと？それって手拭くんじゃないの？手拭く用。そう。なんか体洗う用っていうよりは、なんかこれうまいこと隠せないかなと思って、置いてる。普通さ、このサイズで体拭いてさ。そういうことか。こっちのタオルでさ、手を拭くじゃん。逆じゃない？逆だっすね、俺は。でも、フェイスタオルにしてるのは、純粋に男性で髪が短いから、それで事足りるっていうのが一つと、そっちの方が、かさばらない。確かにそうかも。そう。かさばらないから、あと洗濯も楽だし、っていう理由で、バスタオルと余っちゃうんで、フェイスタオルにして、こ
こに入れてるっていうです。一応包丁とかはあるんだね。一応最低限一人用のお皿と包丁と、フライパンとかはあるけど、調味料があるの？調味料下にある。本当だ。めっちゃケミカルだね。やばい、怒られるケミカルっぽいです、僕のめっちゃサプリメント。なるほど。調味料ね。ここにサプリとか入れてるね。これはさ、元からじゃなくて自分でくっつくようにしたの？そう、今ちょっと仮でやってるんだけど、そうなんかそんな感じでマグネットピーってやって、これいい、なくさないしね。そうそこでペタッとなんだ。これはこうパソコンのブラシ、結構キーボードの間にホコリ挟まったりするから、もうそれをパッパッパッて落とすようなはいはいはい。やつをそこにペタッてやってる。なんかここがオール電化のあれでマグネットだから、なんかいろいろペタペタ使うものをくっつけて。これなんかさ、ミニマリスト持ってなさそうじゃない？そうなんかね、俺これいらないんじゃない？いやこれ実は意味ある。待って、これさ、湿度測るじゃん。湿度足りないとするじゃん。どうしようもないじゃん、この家。でも湿度、いや冬場とかさ乾燥するじゃん。俺フライパンでお湯を沸かして、そういうことなんだ。そう加湿器もなんか前いろいろ買って試したんだけど、なんか結局ワンルームだから、もうそこでなんかコーヒーとか作るがてらお湯沸かせば結構その湿度、お湯のやつで上がるから、っていう時に測りたいから、なるほどね、湿度計をはいるんだ。置いて、だから加湿器を置かない代わりにこれを置いてるっていう、そういろいろそういうなんか突っ込むところあったら、いろいろ気になったら突っ込んでほしいわ。気になるね。そのぐらいかな。なるほど。ここにも飾るんでしょ？そうなんかね、最近僕謎解きみたいだよね。なんかさ、めちゃ謎解き、これだけ絵が違くてさ、そこに数字が書かれててさ、最近なんか絵を置いてるんですけど、同じアートを部屋に飾りたいっていうのがあって、結構ちょっと美術館的なインテリアにしたいっていうのが僕の部屋のコンセプトで、最近ちょっとアート頑張って探してるんですけど、いろんなアートを置くんじゃなくて、なんか一種類のアートだけを部屋中に置きたいなと思って、なんか毎日同じ服着る生活してるみたいな感じで、同じアートだけ置きたいみたいな感じにしたくて、そうするとアート置いてもごちゃごちゃしないかなと思って。でねこれ100均のやつなんですけど、そうなんだ。なんかね、モノトーンの絵が欲しくて、でなんかちょっとこういう観葉植物系の絵が欲しいなと思って探してたら100均にあったんだけど、なんかね同じものが売ってなくて、これ以上調達できてないっていうさ、部屋中に12個置きたいっていう願望はあるんだけど見つかんないんだよな。なんか風水感ある。4つの方向に何か置くみたいなのが。360度どこに見渡してもこの同じアートがあるみたいな間取りにしたいんだけど、調達できてないっていう。でちなみに今野川ちゃんがそこに座ってるこれは背もたれが本当だ。全然いいね。だから来客の時とかは確かにこれ動かせばさ、そこで映画見れるしね。とか、あとこれ最近買ったんですけど、なんかスタッキングなんで、こんな感じでサイドテーブルにしたり、あそこの作業椅子にしたりっていう使い方してますね。こんな感じです。アレクサとかいらない？アレクサね、置きたいと思ってる。本当に？なんかちょっとスマートホーム化は、ちょっと家が前より広くなったから、したくて、あとここ電気とかね。電気とか、これがお客さん来た時に勝手にスイッチボットで押してもらってみたいなのはなんかやりたいと思ってる。今後の課題ですね。こんな感じです、我が家。福岡初めてね、楽しい。まだここに来ただけだけど、本当にコンパクトで何でもあるって聞いた通りですごい綺麗だし、なんか東京ってさ、やっぱ、
良くも悪くもなんか歴史感がすごくあるというかカオス感がある、私はまあそれはそれで好きなんだけど、福岡良くも悪くもなんか全部が新しい感じするね。結構、都市開発も盛んで、結構新しい建物を古いのぶっ壊して、結構新しいビル作ったりとかしてるから、工事も結構いっぱいやってるね。そうだね確かに、なるほど、カオス感がないというか、なんか整って道も広い、植物も多い、でいろんなアミューズメント的なものもあれば、お店もなんだご飯のお店、カフェとかなんかギュ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 ッとまとまって駅から近くで、すごくいいな。ちなみに福岡県何食べた？天ぷらの平尾ね。平尾っていう有名な天ぷら屋さんがそこに行ったみたいです。すごい美味しかった。一旦ここに座ってもらおうかな、床に。ちょっと YouTube のサムネ用にのがちゃんに床に座ってもらうっていう。ちなみにこの床あれです、 DIY してジョイントマットっていう、もともとねあそこ茶色出てますけど、もともと茶色い床だったのを赤ちゃんの部屋とかによく置くようなジョイントマットを置いて真っ白くしてるっていう感じなんで、床に座ってもらってるけど、ふかふかです。全然冷たくない。そうなんかのがちゃんがこの部屋の真ん中佇むといいね。なんかヨガっぽいよ。ヨガ感ある。ヨガ感ある。そう、のがちゃんフィットネス系 YouTuber なので、ちなみになんかいい、このヨガマットなくてもいけるねこれ。ぶっちゃけねこれできる。できるね。てかなんならね、たまに俺床で寝てるもん。寝れる。私もこれなら寝るよ。でしょ、なんかソファーベッドあるんだけど、俺全然床で寝てたりする。私も片目好き派だから全然寝れるね。ちなみにちょっとなんかヨガっぽいことアドリブでできる。ヨガっぽいポーズ、ポーズとか普段やってる。のがちゃんだ。そんなことある。じゃあちょっと俺もそっち行くわ。ちょっと待ってね。いい感じ。これで多分なんかとりあえずオッケー。じゃあもう一回ピースしてもらって。あざーす。偉そうなの。これで生活ができる。影響された。はい、という感じでポッドキャストどういうふうに我が家で撮ってるかっていうと、これですね。はい、我が家こういうスツールがあるんですね。なのでそのスツールをテーブル代わりにして、はい、普段は重ねてるんですけど、スタッキングしてるやつを分解して、こんな風にマイクを置いてポッドキャスト収録してるっていう。で今から撮るポッドキャストは実はね、のがちゃんと2人でのがしぶ生活改善ラジオっていうのを上げてて、概要欄に貼っておくんですが、例えば無印良品で買ってよかったものとか、今年の目標とか、あと家の選ぶ条件、収納の仕方とか、2人で毎回20分から30分ぐらい毎週土曜日更新で Spotify で聴けるので、もちろん無料です。ぜひぜひ聴いてください。聞いてください。今日のお題はですね、初ミニマリスト部屋体験ということで、のがちゃんって実は結構僕の一番最初の本、手ぶらで生きるを読んでくれてたり、でしかもそれがもう別に YouTube 始める前とかからね、読んで、結構影響して、なんか結構ね、無駄にケーブルとかたくさん買ってたのを、ね、絞るようになったりとか、結構物を減らしたりとか、定期的になんかコスメの断捨離とかやってると思うから、結構ミニマリストの考え方いいなっていうのはあると思うんだよね。でその上でもうガチのミニマリスト部屋初めて来て、ちょっとどんな感想をね、ちょっと抱いたのか聞きたくて。そうっていうのが今回のテーマです。改めて思ったのは、本当にこれで人は生活できないってなりましたね。電子レンジってなくて本当にいいんだっけ。確かに、のがちゃん来て第一声、電子レンジないのってめっちゃ驚いたもんね。そう、費用が高いわけでもない、そんなにめっちゃ場所取るわけでもないに対しての利便性がめっちゃいいと思うから、コスパはいいよね。なんか、置かないのかなっていう散らかりようがないね。あとこの部屋、私結構頻繁に散らかるので、その都度やっぱ片付けはするんだけど、すぐ服が山になったりとかするんだけど、なんだろう、生活習慣とかだらしなさとか関係なく散らかりようがないって思った。そうだね。あとね、散らかると気持ち悪い。
あ物がなさすぎてなるほどね散らかると目立つんだよね。まあなんかよく僕部屋のコンセプトを美術館にしてるみたいな、その美術館ってよくまあ物がたくさんあるっていうよりは少数精のものが置いてあるから、まあ一個一個際立つみたいな、まあそれが良さでもあるんだけど、まあそれなんか散らかったりするとそれもすごい目立つんだよね。っていうのがあるから、なんか散らかると片付けたくなるね。なるほどね、確かに。まあよく聖域とか呼んでるんだけど、もう徹底的に片付けてるから僕は汚したくないみたいな風になるから、まあ、そういう意味では散らかりようがないかも。確かに確かに。あと物を買うハードルというか、物をすごく選ぶようになるっていうのも分かる。ここだったら一個一個買うものをなんとなくで買えない。一個一個置くものが確かに目立つから。そう、めっちゃ慎重に選ぶね。で、なんか私気になったのはさ、スツールの話前回も散々したんだけど、こんなに物少ないのにスツールが3つあるんだっていう。ああ、そうそれは3つなんだっていう驚き。なんかね、結構ミニマリストの人って、例えば僕毎日同じ服着てるみたいな。で、それっていうのは例えば気に入った T シャツを3枚同じの持ってるとか、同じスニーカー複数持ってるみたいな、結構ミニマリストの人って同じものを気に入ったものを何個か買うみたいな手法って、で実はね、これなんか結構インテリアとかアート、結構ミニマリストって実はその物を持たない人って言葉よりも先にそのなんかミニマルアートをする専門家をミニマリストって呼んでたみたいな、結構芸術から来てるまあ、考え方だったりするんですよ、ミニマリストって。でミニマリストのそのミニマルアートの本とか読むと、ミニマルアートの手法としてやるのが同じものを複数置くっていうのがあったりして、だからなんか例えばよく無印良品とかの収納ってさ、同じものでそれだけなんない？わかる、めっちゃわかるね、衣装ケースとか、でもなんか同じものがたくさんあって整理されてると、まあなんか実際さ、収納たくさんやってるから、その中には物があってごちゃごちゃしてるし、けどもなんか衣装ケースは同じものに統一しておいてるから、なんか物はたくさんあるのに整理されて見えるみたいな。なるほどね。そう、だからなんか僕はその今スツールが3足あるんだけど、まあ同じもので置いてるから、まあ物の数は多いんだけど、なんかまあそんなにごちゃついて見えないみたいなとか、あと背景にあるアートとかもなんか同じものを置いてるみたいな、まあアートとかって多分たくさん買う人っていろんなアート飾ると思うけど、そうじゃなくて同じものを置くみたいな、なんか結構僕それ好きで、なんか自分の気に入ったものがなんか複数個あるっていうのはなんかこれ結構好き。なるほどね。じゃあこれはそのコンセプトに沿ってるってわけなん自分の中ではコンセプトに沿ってる。っていうのと、まあ純粋にこのスツールってスタッキングできるんで、まあこういう来客の時とかに、まあ椅子として使ったりテーブルとして使ったりっていうので、まあ純粋に汎用性が高い一つの、まあ、椅子なんだけどいろんな使い道ができるし重ねられるしっていうので、まあ、これはそういう機能的な意味もあって同じものを置いてるっていうなるほど感じ。それで言うとさ、なんかブラーバあるじゃん、ブラーバは必要なんだね。ブラーバは必要。なんかさ、こう、一般家庭にあるけど、一般家庭にあるはずのものがないのにブラーバってない家のが多分多いじゃん。お掃除ロボットとかね。お掃除ロボットはない家の方が多いのにそれはあるんだっていう。それはもう俺の中では、物を減らす理由っていうのは、自分の生活にゆとりが欲しいっていう、例えばさっき物が散らかりようがないよねっていうのも、やっぱりその片付けとか掃除が僕の中ではすごい面倒くさいことだから極力なくしたいんだよね。まあ、その時間あったらなんかゲームしたりとか、なんか散歩したりとか、まあ自分の趣味の時間に当てたいと思うから、なので、家事は極力やらないためにお掃除ロボットを置いたりとか、でお掃除ロボットを動かすために物を減らす。結構これとかもそうなんだけど、このスツールとかこのソファーベッドを最近足つきで全部揃えるようにしてて、そうするとお掃除ロボットが足を通れるから、その万年床にならないというか掃除しやすいから、よくなんか最近インテリア組む時の考え方でルンバブルっていう考え方があって、ルンバブル、なるほどね、ルンバのためにみたいな。そう、ルンバとエイブルお掃除ロボットができるみたいな意味で、結構そういう通過できるかどうかみたいな、なんか最近ソファーとかもなんか家具屋さんが家具作るときはなんかその大体10センチ以上開けるみたいな。ルンバのためにね。そうそうそう。でもルンバって昔から高さが大体なんか決まってるんですよ。そうだね。そうっていうので、そうだね、僕はだからそういうもう極力無駄な家事とかをやりたくないから、そのために例えばお掃除ロボットが増えるんだったらそれはしょうがないっていう考え。極端な話、もっと物量を減らすだけだったらルンバじゃなくてもうなんか雑巾に使うとかクイックワイパーとか、そんなんでいいんだけど、でもそれで物が少なくなっても手間がかかったり意味ないから、ああいうお掃除ロボットとか、
まあなんか我が家だとドラム式洗濯乾燥機みたいな便利家電はよくね。なるほど。あとやっぱね、私はね、前も話したことあるけど、やっぱカーテンはあった方がそうなの。俺ちなみにカーテンに親殺されたのかって言われるくらいアンチ鑑定感なんですけど。さ、音さ、やっぱさ、外窓結構するじゃん。カーテン結構防音だと思うんだけど。防音性として。そうなるほど。俺はどっちかというともう美観。カーテンって、まあ、僕年に1回引っ越すから、なんかその都度カーテンサイズ測ってとか、オーダーメイドしてっていうのもめんどくさいし、何よりもなんか生活感出るんだよね。でもさ、このさ、引っ越すたびに床を張り替えるわけじゃん。床はいいじゃん。そのカーテンってもうさ、なんか一番視界の部屋のど真ん中に来るじゃん。なんかロールスクリーンとかはなみなみ感がやな。まあブライトとか、ロールスクリーンとかね。まあそれだったらワンチャンいいんだけど、もう俺は何もない状態が一番かっこいいと思うから。もうさ、結構目立つじゃん、この。なんだ、これ黒いじゃん、この窓枠。窓枠含めても、なくしたんだろうな、カーテンしたらこれ自体がインテリアになるというか。これはもうインテリアとしてはよしなんだね。もうよしにしてる。っていうので、僕は、もうなんか、そう、カーテンを、さ、タワマンの高層階の人とかってさ、あんまカーテンしなくない？あれは人が来るから開けてるだけで、実際はあるよ。夜景見せたいから開けてるだけ。いや、でもなんかそれでもかっこいいなと思ったよね、俺なんか。結構、ドラマとかテレビでもタワマンシーンがあると意外とカーテンしなくて夜景が見えるみたいな。やっぱ、まあ、見た目とか、まあ、やっぱりカーテンならび生活感一気になくせるから、あと守ってるなら、まあ、冬場とかの湿気のなんか対策とかしなくていいじゃん。カーテンでもそれこそあったかいよ。断熱性があるからさ、窓って結構露骨に冷たい風来るからね。まあそれで言うと、これ目隠しシートっていうのを僕買ってて、まあ要は僕カーテンしてない代わりに外から丸見えだと思われがちなんですけど、もやかかってるようなシートを貼ってるんですよ、自分で。それ貼ると結構 UV とか熱も防げるんで、結構高く熱は防げないでしょ、これ。いや、別に断熱性は上がる、僕。実際この部屋結構ね、来ると暖かいって言われるんだよね。まあ今日はね、暖かい。今日はちょっと暖かいってのあるんだけど、結構冬場とかでもエアコンつけずに過ごしてる日もちょいちょいある。それはすごいね。のがちゃんが福岡市のチャリチャリ、しかも電動、乗ってみてほしいわ。めっちゃいいよ。福岡の桃地浜です。あれがペイペイドーム。あれがペイペイドームなんだ。そうだね、さっき通ったやつ。いいね、福岡。どうでした福岡？こんなに海が近くて、本当に何でもあるしね。丸いもあって。そう、全然都会だし。都会にあるようなさ、切手もあって。あとなんだっけ、なんか何でもある、ね。何でもあるし、自然もあるんで。三越とかね。自然もあって、カフェもいっぱいあるし、ジムもあるし。住みたいな。自然が綺麗だし、大堀公園良かったでしょ。大堀公園すごい良かった。のがちゃんが移住するらしいんでお待ちしてます。来年ぐらいに移住をするかもしれない。ちょっとワンチャン結構乗り気らしいんで、では。